どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピースです。ワンピースとは一体何でしょうか？それは、ルフィの冒険そのものであると考えます。おいおいおい、バカかこいつ。小田先生はインタビューでワンピースの正体はそういう抽象的なものじゃないと言ってるんだぞ。にわかか。終わったなゆでろん。そう思うかもしれませんが、ちょっとお付き合いください。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。小田先生は確かに、桜桃子先生との対談で、ワンピースは自分たちの成長みたいなものではないと答えています。さらにテレビ番組でも、家族の絆みたいなものでもないと答えています。そんなオズの魔法使いみたいなことだけはしません。あれだけ頑張って冒険したんだから、きちんとご褒美はあげないと答えています。つまりワンピースとは抽象的なものではなく、ルフィたちにとってご褒美、おそらく形あるものだとわかります。しかしワンピースとはルフィの冒険そのもの、そこには深い物語構成が詰まっていると考えます。まずワンピースにおいて、ワンピースの正体は1話と2話でその答えのヒントが提示されています。富、名声、力、かつてこの世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー、そして2話でもコビーが富と名声と力の一つなぎの大砲、あのワンピースを目指すってことですよと言っていました。つまり一つなぎの大砲ワンピースとは富、名声、力の3つのことです。ということはここからある程度シンプルな予想が可能です。まずワンピースをルフィたちが発見したら、おそらく富である金銀財宝を手に入れることができるでしょう。これは金銀財宝が好きなナミが麦わらの一味にいますから確定です。ナミへのご褒美は海図の完成と金銀財宝以外ありえないからです。さらにルフィはもちろん海賊王という名声、称号を獲得するでしょう。これも確定です。それでは力とは何でしょうか？これは動画の後半に解説しましょう。そしてここからが本題です。富、名声、力、この3つはワンピースの各章の物語やキャラクター、セリフなどに散りばめられており、それはルフィの冒険そのものです。それが最もわかるのはイーストブルーの冒険です。まずルフィの冒険は最初にアルビダの雑用だったコビーと出会い、そのコビーを海軍の基地まで送っていく話でした。ここでルフィはゾロと出会い、海軍、小手のモーガンと戦っています。このモーガンは一般的に我々が考える富、名声、力そのものを表したわかりやすいキャラクターでした。モーガンは4話で、近頃町民どもの貢ぎが少ねえんじゃねえかと言っており、貢ぎとはつまりお金、金銀財宝のことであり、それは富でしょう。次にモーガンは、いいか、世の中、称号が全てだとも言っており、称号はつまり名声です。さらにモーガンは、俺は海兵としてこの腕っぷしで大佐まで上り詰めたとも言っており、腕っぷしとはそのまま力、武力のことであり、加えてモーガンは自分の銅像を立てて、見ろ、これが俺の権力の象徴だとも言っており、これも力、権力です。つまりモーガン編では、富とは金銀財宝、名声とは称号、力とは武力や権力と提示されているわけです。ということは、ワンピース一つなぎの大砲の正体とは金銀財宝、称号、武力なのでしょうか？しかしこれに執着しているのは主人公ルフィと敵対したモーガンですから、そのような分かりやすいものももちろんワンピースの正体の一つですが、他の意味も含まれるでしょう。それがわかるのがモーガン編の次、バギー編、黒編、クリーク編の3つの章です。この3つの章では富、名声、力のそれぞれ別の意味が提示されています。まずはバギー編で提示されている富の別の意味を考えましょう。富とは通常、モーガンが言っていたようにお金、金銀財宝などを意味します。それは財宝が大好きなバギーも言っています。は？バカかてめえは。宝ってのはな、金銀財宝のことを言うんだ。町が宝だとザレ言を抜かすな。バギーにとって宝物、つまり富とは金銀財宝ですが、一方で町長ブードルにとっての宝物は町そのものだと言います。さらにルフィにとっての宝物はシャンクスと約束した麦わら帽子だとバギー編で語られていました。そして13話、宝物では店が宝だという犬の種々も登場しています。つまりワンピースにおける富とは人それぞれ異なるもの、その人にとって大切なものだとわかります。もっと言えばおそらく富とは約束のことであり、それは受け継がれる意志でしょう。なぜならルフィの麦わら帽子はシャンクスとの約束を表すもので、
シャンクスからの受け継がれる意志イコール富だとわかるからです。さらにゾロの宝物は3本の刀だとも語られていました。それは世界一の大剣豪になることをクイナと約束した富、つまりこれも受け継がれる意志です。よって富イコール金銀財宝が表の意味で、裏の意味が富イコール約束イコール受け継がれる意志でしょう。続いてはキャプテンクロ編の名声について考えましょう。キャプテンクロは海賊として名前が売れすぎたために平穏な日々が送れないと、その名前、名声を捨てるために自分を死んだことにしてシロップ村に潜伏していました。しかし逆にルフィはキャプテンクロに、海賊が名前を捨てるときは死ぬときで十分だと言い、ルフィは海賊王に俺はなるという称号、名声を叫んでいます。さらにシロップ村の終わりでウソップはクロとはまた別の意味で名声を捨てていました。それは村の平和な日々を守るためにキャプテンクロの事件を秘密にしてほしいと願っています。つまり海賊を追い払った名声を捨てていました。そして黒編の最後にウソップ海賊団はそれぞれのメンバーたちの野望を聞いて解散しています。人参は酒場の経営、ピーマンは大工の棟梁、玉ねぎは小説家、ウソップは勇敢なる海の戦士、さらにカヤは医者、ルフィは海賊王です。つまり名声とは野望のことであり、それは人の夢でしょう。ここで気づいた人がいるでしょうか。1話で語られたワンピースを表す富、名声、力とは100話で語られたこれらは止めることができないものだ。受け継がれる意志、人の夢、時代のうねり、この3つに変換が可能であり対応しているようです。それは表裏一体。富の表の意味は金銀財宝、富の裏の意味は受け継がれる意志、名声の表の意味は称号、名声の裏の意味は人の夢、力の表の意味は武力、力の裏の意味は時代のうねりとなっているようです。つまりワンピースとは3つの表の意味と3つの裏の意味を合わせて合計6つの要素を表すもののようです。最後に残った力についても考えましょう。力の裏の意味はクリーク編で提示されています。クリークはモーガンと同じく武器や武力のことを力だと語っていました。しかし一方でゼフはその武力に対抗できるもう一つの力を提示しています。全身に何百の武器を仕込んでも腹にくくった一本の槍にゃ叶わねえこともある。生きるための装備か、死を恐れぬ信念か。つまり力とは武力だけではなく信念も同じ力だと提示されています。この信念という力こそがおそらく時代のうねりを呼ぶのでしょう。なぜなら信念の概念について4巻の SBS で語られているからです。4巻 SBS で読者はなぜルフィは敵を殺さないのかと小田先生に質問していました。これに小田先生は、この時代人々は自分の信念に命を懸け戦っています。ルフィは戦闘において敵の信念を砕いているのです。敵にとって信念を砕かれること、敗北することは死ぬことに等しい痛みを受けることとなるわけですと答えていました。重要なのはこの時代人々は自分の信念に命を懸けという部分、時代です。ここから力イコール信念イコール時代のうねりだと考えます。ワンピースでは信念こそが時代のうねりを呼ぶとまとめましょう。ワンピースという作品におけるワンピースの正体はルフィの冒険を通して描かれています。例えばルフィたちと敵対したヘルメッポやクリーク、アーロン、クロコダイル、天竜人や CP0、ドフラミンゴ、オロチなどは約束を破っていましたから、これは富に関する話です。このように物語の中に富、名声、力の金銀財宝や称号、武力、権力、裏の意味である受け継がれる意志、人の夢、時代のうねり、以上の6つが物語の構造に使われていると考えますから、これがワンピースの正体の一つの答えでしょう。そしてもちろん皆さんが知りたい本当の意味でのワンピースの正体についてはすでに過去の動画で考えています。それは先ほど考えたように金銀財宝、称号、武力、そして受け継がれる意志、人の夢、時代のうねり、この6つが詰まった財宝、ワンピース。一つなぎの大宝とは一つなぎの大宝でもあり、それは滅ぼされたある巨大な王国の跡地だと考えました。このイメージはシャンディアの黄金都市と同じです。詳しくはそれぞれの動画を見てほしいのですが、簡単に言えば町が宝物だったように国が宝物だったというオチです。町が宝だとザレ言を抜かすな。それは金銀財宝が欲しいバギーのセリフへの皮肉にもなっており、さらに空島スカイピアではバース大地こそが憧れであり宝物でしたから、ここから王国の跡地だと考えました。
もちろんその王国の跡地には最初に考えたようにナミがいますから、黄金都市シャンディアと同じく金銀財宝などのご褒美があるでしょう。さらにロビンもいますから、王国の跡地には空白の100年を埋める歴史のすべて、真実の歴史リオポーネグリフもあるでしょう。そしてロジャーは1話でこの世のすべてを底に置いてきたと言っていますから、底とは底、海の底に財宝、つまりラフテルはあると考え、それは3つの正義の門で守られているタライ海流の中央、大渦の底にあるとも考えました。これならエニエスロビー近くで海に沈んだメリー号がラフテルに流れ着いてウソップへのご褒美にもなります。そして力が時代のうねりならば、それは時が関係しているでしょう。だからロジャーはワンピースを手にできなかった。その時が満ちていなかったロジャーは、俺たちは早すぎたんだと言い、人魚姫がいつ生まれるのかを聞いて、さらにもう一人の人物、誰かが生まれる、そして俺たちを超えていくと言っていますから、これはルフィと人魚姫白星のことでしょう。つまりワンピースを入手するには海王類の力が必要なのでしょうか。海王類が海の底からラフテルを引っ張り上げるのでしょうか。だからロジャーたちはワンピースを持って帰れなかった。富イコール約束であり、受け継がれる意志なら、それは800年前の人魚姫との約束を守れずに謝罪文を残したジョイボーイと関係してるでしょう。そして約束と人魚姫といえばルフィと白星です。ルフィは白星を太陽の下、本物の森でお散歩するという約束を交わしていますが、ここでブルックは約束とは死んでも守るものですよと言っていました。これは死んで骨だけ。ブルックとラブーンとの再会の約束の他に、800年前約束を守れなかったジョイボーイにもかかっているでしょう。ちなみに白星は兵士に扮したサボと聖地マリージョアで森をお散歩していましたが、この森は人工の森であり、本物の森ではありませんでした。以上です。今回はワンピースを表す6つの意味とワンピースという作品の構造について考えました。つまりさほどワンピースを知らない人が、どうせあれでしょう、ワンピースの正体ってそれまでのルフィの冒険とか仲間とか絆なんでしょうと笑いながら言ってきたとしても、それはそれで実は間違っていない点が面白いわけです。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。